空沖随想録限定版特典ドラマ CD ウミガメはつらいよ決戦乙姫対風間海産物の逆襲。タイ米はたいてとうとう買っちまったけど、この串どうやってあいつに渡せばいいんだろうな。食い物みたいに気軽に渡せるもんでもねえし、ちょっと練習しといた方がいいかな。あのよ千鶴、この串やるよ。巡察の途中で見つけたんだけど、お前に似合いそうだと思ったから。ってこれじゃダメだ。意識してんの丸分かりじゃん。もうちょっと自然にやらないと。いや千鶴、何も言わずにこの串受け取ってくれ。理由？そんなもん聞くんじゃねえよ。これもダメだな。あいつのことだからあんまりきつい言い方すると落ち込んじまうだろうし。どうすりゃいいのかな。しかし今日はやけに廊下の方が騒がしいな。平助、さっきから一人で何ブツブツ言ってるの？あれ、掃除、サナさんも。どうしたんだ？そういや、さっきから部屋の外が騒がしい気がするけど。なんか見慣れねえ男が境内をうろうろしてたらしいってんで、大使どもが騒いでんだよ。この寺の檀家か伊藤さんあたりの客人じゃないの？好き好んで新選組の屯所に忍び込もうなんてバカはいないだろうし。ああ、そうだな。それより平助、さっき千鶴がどうとか言ってたが、何かあったのか？いや別にそんなこと言ってねえよ。聞き間違いじゃねえの。あれ？何その手に持ってる女物の串、まさか千鶴ちゃんにあげるつもり？いや別にこれあいつ年頃の娘なのにずっとダンスをさせられっぱなしだろ。だからそのうち女物の着物を着る機会があったら使ってくれねえかなって思って。それは別にいいと思うけどよ。なんでよりにもよって串なんだよ。まさか串って女に送っちゃダメなのか？串を女に送るってのは、苦しい時も死ぬ時も一緒にいてくれ、つまり結婚してくれって意味だろうが。そうなのか？俺そんなの全然知らなくて。そっか。俺と千鶴が結婚。今の音まさか。ごめん平助、君が千鶴ちゃんのために買ってきた串間違って踏んづけちゃった。何すんだよ掃除。真っ二つに割れてんじゃねえか。しょうがないじゃない、わざとじゃないんだから。しょうがないで済むかよ。これ別行の串だから結構高かったんだぞ。へえ、別行なんだ。ねえ園さん、別行ってなんでできてるんだっけ？亀の甲羅だよ。そうなんだ。じゃあ串を作るために亀を捕まえて甲羅を取っちゃうってこと？人間って残酷なことをするな。おとぎ話なら亀がいじめられてたら誰かが助けに来てくれるんだろうがな。現実は無情ってことだろ。浦島太郎か、懐かしいな。子供の頃眠れない夜に近藤さんが話して聞かせてくれたのを思い出すよ。昔々、海辺の名もない村の浜辺で買い物帰りの青年が日向ぼっこをしていました。彼の名前は東堂平助。そして彼が属している組織の名前は新選組。彼はごく普通に入隊し、ごく普通にタイムをこなしていました。でもただ一つ違っていたのは、平助はウミガメだったのです。いや近藤さん、亀が新選組にいる時点で全然普通じゃねえじゃん。ウミガメがどうやってごく普通に入隊すんだよ。そこは俺も不自然だと思っていたが、しょうがないだろう。宗司が考えた話ではそうなってるんだから。まあ宗司の考えた話にあれこれツッコミ入れてもしょうがねえってのは分かってるけどさ、土方さんがよく言ってる通り、近藤さんって宗司には妙に甘いよな。いやそんなことはないぞ。俺はあくまでも
大使たちには平等に接しているつもりで。とりあえず話が進まねえから続き頼むよ。どうせ俺の配役亀だし、せっかく買った櫛もさっき掃除に踏み潰されちまったし、さっさと終わらせちまうぜ。まあまあ、そうすねずに。気を取り直して続きを読み上げるぞ。平助は新選組のタイムで村に買い物に出た帰りでした。新選組の屯所は海の中にあったので、たまに買い出しに出かけなければならなかったのです。だからどうして海の中に屯所があるんだよ。それじゃ市中見回りもできねえじゃん。だからこれは俺が考えたわけではなくてだな。そもそも語り手に話しかけるのは厳禁だぞ。男たる者、細かいことを気にしてはいかん。まあ別にいいけどさ、俺はみんなに頼まれたものを買ってきた帰りって設定なんだよな。佐野さんに頼まれた切腹印付きの晒しは買ったし、掃除に頼まれた土方さんを脅かすための宴会小道具も山ほど買ったし、新八さんは適当に酒でも飲ませとけいいだろう。ってあれ、土方さんに頼まれた泉の神金貞がなくなっちまってんぞ。はあ、もしかしてどこかに落としちまったのか。どうしよう、なくしたなんてバレたら殺されちまう。急いで探さねえと。なんだ、いきなり海が真っ二つに割れやがったぞ。満を持して姿を見せてやったぞ、幕府の犬よ。風間、なくし物をして困り果てているようだな。いいざまだ。巨大なお世話だよ。っていうか、なんでお前が出てくんだ。貴様に一つ質問をしてやる。ありがたく思え。貴様が落としたのはこの金の泉の神金貞か、それとも銀の泉の神金貞か。どっちでもねえって。そもそも泉の神金貞に金とか銀はねえし、浦島太郎にそんな場面はねえ。落としたのはどちらでもないか。貴様はなかなかの正直者のようだな。では褒美に金と銀の泉の神金貞の一撃をくれてやる。とっさに刀を抜き攻撃をしのいだか。なかなかの腕前だな。それでこそ殺しがいがあるというものだ。何言ってんだよ。こんな殺伐とした浦島太郎があってたまるか。いきなり切りつけてくるんじゃねえよ、この鬼。鬼だと？俺の名は風間千景だ。千景様と呼ぶがいい。ちょっと待ってくれ。ここは浦島太郎と名乗ってもらわねば困る。今回の物語はあくまでも人の世の決まり事など俺には関係のないことだ。わがまま言ってんじゃねえよ。俺だって亀の役なんてやりたくねえんだぞ。貴様には似合いの配役だと思うが。なんだとくら。そもそも新選組大使でもなんでもねえてめえが、なんででかい面して割り込んできやがんだよ。二人とも言い争っている場合ではないぞ。物語には尺というものがあるのだから、無駄な会話で時間を取られるわけには。時代が俺を求めたから姿を現してやった。二人とも俺の話は全然聞いてない。誰もお前なんて求めてねえし。落とし物を拾ってもらったお礼に、亀は浦島太郎を竜宮城へと案内することになりました。はあ、強引に話進めすぎだろ。それがこの俺の使命なのだ。許せ平助。竜宮城といえば絶世の美女乙姫が住まう海底の城か。竜宮の主東海竜王は世界各地の宝を集めるのを趣味にしていると聞いたことがある。面白そうだな。言ってやろう。なんでこんな時だけ物語に忠実になりやがるんだよ。こうして浦島太郎、もう面倒だ。風間千景は亀に連れられ竜宮城へと向かうことになりました。ここが竜宮城か。なかなか見事な城だ。感心してねえでさっさと俺の上からどけ。亀の甲羅とは案外乗り心地の悪いものだったな。ちっきしょ、なんでこんなやつ。よくぞ竜宮城へ参られた風間殿。
俺は竜宮の主東海竜王という。平助が随分世話になったようだな。礼には及ばん。貴様がかき集めている秘宝とやらをよこせ。いやそれでは話がすぐに終わってしまうだろう。ではなくて平助を助けてくれたお礼に君をもてなしたいのだがいかがかな。もてなしか。それほど言うのならば考えてやらぬでもない。その申し出受けてやろう。そうか。ではイカ君タコ君、彼を宴席へと案内してあげてくれ。俺がイカかよ。じゃんけんで負けちまったとはいえどうにも気が抜ける配役だよな。どいてろ佐野。全国の乙女のみんな待たせちまってすまねえな。神道無念流免許開伝、身の丈4尺5寸5分、体重約16貫、新選組2番組組長長倉新八がみんなのところにやってきたぜ。おいおい待てよ新八、お前の役はタコってことになってたはずだろ。何勝手に名乗り上げてんだよ。バカ言ってんじゃねえ。せっかくの見せ場だってのにタコの役なんてやってられるはずねえだろ。そんなのずるいじゃん。俺だって亀の役なんてやりたくねえけど我慢してやってんだぞ。うるせえ。お前ら二人は本編でいくらでも見せ場があったじゃねえか。俺だってな、命を懸けて鬼と戦ったり切ない恋をしたり羅刹になって苦悩したり海の向こうで幸せな家庭を築いたりかっこよく背中で語ったりしたかったんだよ。剣の腕前なら掃除にも斎藤にも負けねえのに、なんで俺だけあんな役回りだったんだ。実際の貴様は局長に難癖をつけてさっさと新選組を脱退してしまったからな。見せ場など作りようがあるまい。やかましい。俺だって好きで近藤さんに絡んでたわけじゃねえよ。紅葉珍部隊の話が出るたびにまたかよ、もうすぐ途中大丈夫かってしょっぱい気分になったんだからな。近藤さんも土方さんも毎回甲府行きの途中で大使に脱走されてんじゃねえよ。すまん、俺が不甲斐ないばかりに。近藤さんしっかりしろって。あんたが言いまかされちまったらこの物語はどうなっちまうんだ。軌道修正するやつなんて一人もいねえぞ。そうだな、俺がしっかりしなければ。イカ君タコ君、彼を宴の席へと案内して。ちょっと待てって、まだ話は終わってねえんだよ。どうすれば俺と千鶴ちゃんで甘く切ない恋ができるかみんなで考えてくれよ。そんなのてめえで勝手に妄想してりゃいいじゃねえか。この場でやることじゃねえだろ。そう言わずに、やっぱこの俺の魅力を余すことなく描くためには全部で20章ぐらいは必要だと思うんだよ。居並ぶ敵をバッタバッタとなぎ倒したり、みたらし団子よりも甘い展開があったり、最後には宇宙に旅立つぐらいでけえ話がいいんじゃねえかなって。誰も興味ないよそんな無駄話。そうそう、もし新八専用の話があればなんてのはあれこれ想像してるうちが花なんだよ。長倉とやら貴様ごときがこの俺と肩を並べられると思っているのか。身の程を知れ。くそ、勝ち組3人で口揃えて俺のなけなしの希望を打ち砕きやがって。お前らはいいよな、何も言わなくても専用の話を用意してもらってんだから。まあ長倉君落ち着いて。俺なんて君と似たような立場どころかどの話でも確実に死んでしまうんだぞ。それに比べれば明治まで生き残っただけで十分恵まれているだろう。言われてみりゃその通りか。近藤さん、あんたも意外と苦労してるんだな。まあな、それが俺の役割だと諦めてもいるが。俺が間違ってたよ近藤さん、悪かった。とりあえずはこの物語をきちんと収束させねば。負け犬同士の傷の舐め合いは済んだか。ならばさっさと宴席へ案内してもらおう。近藤さん、なんか俺無性に腹が立ってきたんだけどよ。こいつぶった切っちまってもいいか。ダメに決まってるだろう。この後はタイやヒラメの舞踊りが控えているわけだし。さあ行くぞみんな。ここが竜宮の大広間か。どことなく貧乏くさいが。そうか、遠慮なくくつろいでくれ風間君。まずはタイとヒラメの舞踊りを披露しよう。
タイ君、ヒラメ君、風間君に舞を見せてあげてくれ。お呼びですか局長。新選組3番組組長斉藤はじめ、ただいま参上しました。はじめくん、今の君の役はタイなんだけど。俺はいついかなる時でも新選組3番組組長だ。それを言ったら僕だってヒラメの役なんてやりたくないんだけどね。文字通り雑魚が不平不満を垂れているな。役をもらえただけでもありがたく思え。もしかして僕喧嘩を売られてるのかな。売ったところで貴様ら貧乏所帯に変えるあてなどあるのか。物々交換ならできるよ、この件でさ。掃除、ヒラメが浦島太郎と決闘してどうするんだ。どうするって、僕が勝って悪が滅びてめでたしめでたしってところじゃないですか。それでは浦島太郎にならんだろう。乙姫が出る前に話が終わってしまうぞ。いいですよ別に。僕あの人の乙姫様なんて見たくないし。掃除、あんたはあの人を愚弄するつもりか。じゃあ聞くけど、はじめくんは本気で見たいと思ってるの？あの人の乙姫様。それは。ほら、はじめくんだって見たくないんじゃない？ってわけで僕は一足先に抜けさせてもらうから、あとは好きにやってて。そう言わずに。この通りだ掃除。頭ならいくらでも下げるから、ちゃんと段取り通り舞を披露してくれ。近藤さんに頭まで下げられちゃ言うことを聞かないわけにはいかないですよね。わかりました、舞うことにします。斉藤君も、もし君まで離脱してしまったらトシがどれだけ心を痛めることか。副長が。そうだ、トシは斉藤君をこの新選組唯一の両親だとことあるごとに褒めているんだぞ。その期待を裏切ってはいかんだろう。そうですか、副長が。わかりました、従います。どうした？決闘をするのか、それとも俺のために舞を踊るのか、さっさと決めろ。もちろん踊りを披露するに決まってるだろう。それじゃあ音楽始め。こんな勇ましい曲ではダメだ。ようやく軌道修正したところだというのに、また決闘が始まってしまうじゃないか。もう少しおとなしいのを頼む。こんないかにも大使たちが死亡してしまいそうな曲もいかん。もう少し場に合ったものを頼む。よし、それではタイ君、ヒラメ君、風間君に最高の踊りを披露してあげてくれ。はーい。わかりました。こうだったっけ？踊りって意外と難しいな。掃除、動きがずれているぞ。ちゃんと合わせろ。そんなことを言われても、不満ならはじめくんが合わせてくれればいいじゃない。あれだけ自信満々に言い放っていたから、どれほどのものかと思えば子供の遊戯だな。動きがまるでバラバラではないか。ねえ、やっぱりサクッと殺しちゃった方が楽じゃないかな。ダメだ掃除、これが我らに与えられた役目。途中で投げ出すことはできん。はじめくんって本当に頭が固くて融通が利かないよね。あんたがいい加減すぎるだけだ。そうじ、斉藤君も役柄を忘れているぞ。ここは和気あいあいと妖艶な舞で。やれやれ、海の底まで足を運んで見せつけられたのがこの程度のものとは。茶番もいいところだ。そりゃ接待する気のかけらもないんだから当然じゃない？否定はできんが。そうじ、斉藤君、投げやりになってどうするんだ。近藤さん、とりあえずあいつらはほっといて力技で話を進めちまった方がいいんじゃないか。そうだな。よし、舞も終わったところで乙姫様のなーりー。トシ、じゃなくて乙姫、出番だぞ。あれはてめえ、いきなり何しやがる。切りかかってくるんじゃねえよ。妖怪変化が現れたから退治しようとしたまでだが、何か文句でもあるのか？誰が妖怪変化だ。俺だって好き好んでこんな格好してるわけじゃねえよ。
妖怪変化だってうまいこと言うな。眉間にシワの寄った乙姫様なんて子供が見たら大泣きして引きつけ起こしますよね。だとてめえ。宗次、今の言葉は聞き捨てならんぞ。副長は苦渋の決断の末、あの衣装に袖を通したというのに。苦渋の決断って言ってもさ、はじめくん、乙姫様の格好してる土方さんを見てどう思う？本当に絶世の美女だと思ってる？それは眠ってもおらぬのに悪夢を見せられているような気分だ。土方とやら貴様の生き様は人間どもの間で未来永劫を語り継がれることだろう。決して見習いたくない反面教師として。てめえら好き勝手言いやがって。分かったよ、引っ込めばいいんだろ。引っ込めば。俺だってな、こんな生き恥さらしてまでこんなことしたかねえよ。待てトシ、やけになるな。お前が退場してしまったら俺一人で事態の収拾に当たらねばならんだろう。知ったこっちゃねえよ。誰も俺になんか期待しちゃいねえんだろ。やりてえやつだけで好きにやってりゃいいじゃねえか。そんなことを言わずに、この新選組は俺とお前で作り上げてきたものだろう。お前が最後まで見届けなくてどうするんだ。頼む、この通りだ。ここに残ってくれ。近藤さん、分かったよ、顔上げてくれ。こんな場所にあんたを置き去りにしていくわけにはいかねえよな。トシ次の段取りはどうなってた？台本はこちらです、副長。おなるほど、風間の野郎を接待してやりゃいいんだな。おいてめえ。まあそれ平助が随分世話になったらしいな。礼には及ばぬ。世界の珍味でもてなして帰りにこの城にある財宝を土産として持たせてくれれば十分だ。てめえから接待を要求してんじゃねえよ。ずうずうしいやつだな。まあいい、対ひらめ、例の料理を運んでやれ。わかりました。ひらめ、てめえもだ。何そっぽ向いてやがる。僕ヒラメなんて名前じゃありませんよ、乙姫様。その呼び方はやめやがれ、ひらめ。だからヒラメじゃありませんって。副長、料理を運んでまいりました。ご苦労だったな、斉藤。じゃなくてタイ。お兄さんよ、こいつは世界中の海からかき集めてきた珍味だ。遠慮なく食ってくれ。貴様のことだからこの料理に毒でも仕込んであるのだろう。何言ってやがんだ。俺たちがそんな卑怯な真似するはずがねえじゃねえか。では貴様の仲間に毒味をさせろ。無論貴様自身が口をつけても構わぬ。なんだと？どうした？やましいことがないのなら毒味できぬはずがなかろう。やはり何か入っているのか。ああ、構わないさ。俺たちにはやましい部分なんてかけらもねえからな。おいタイ、こいつ味見しろ。ですが副長、奴に怪しまれねえためには他に方法がねえ。すまねえがこらえてくれ。わかりました。それでは失礼して。料理を食った途端はじめくんが真っ青になって倒れちまった。しっかりしろよ、はじめくん。薬の量が多すぎたか。やはりしびれ薬が入っていたようだな。油断も隙もない。大丈夫か斉藤。風間、てめえよくも斉藤を。よくもって、しびれ薬が入ってるのを知ってて毒味させたのは土方さんじゃないですか。怒る相手が違いますよ。土方とやら俺が憎いか。ならば相手をしてやらぬでもないぞ。風間の野郎、刀を抜きやがったぞ。これってまさか。望むところだぜ風間。花からこうしときゃ話が早かったんだ。もし俺が勝ったらてめえにこのひらひらの衣装を着て乙姫役をやってもらうからな。トシ、乙姫が浦島太郎に戦いを挑んでどうする。しかも勝手に配役を交換してしまうなんて。近藤さん、あんた仲間をあんな目に遭わされて黙ってろってのか。
このままじゃ俺たちは鬼どもに舐められる一方じゃねえか。いやだから斎藤君が倒れたのはお前が毒味をさせたせいで。構わぬ。万が一にもこの男が俺に勝つことはないからな。この者の表情が無力と快魂に歪むのを見物するのも悪くはない。でけえこと抜かしてるとボロ負けした時にみっともねえぜ鬼さんよ。俺が負けるだとそのようなことは絶対に起こり得ぬな。ところで土方とやら、俺が勝利したら貴様は何を差し出すつもりだ。そうだな、この竜宮城に伝わる玉手箱をやるよ。てめえはもともとそいつが目当てでここに来たんだろう。十分だ。最初の一撃は貴様に譲ってやる。どこからでもかかってこい。余裕だな。その一撃が致命傷になっちまっても知らねえぞ。遠慮はしねえからな。つばぜり合いで負けただと。この俺が人間ごときに。バカな、そんなことがあってたまるか。いいざまだ。どうやら次の乙姫役はてめえで決まりらしいな。やべえな、土方さんの目本気だぜ。よっぽどあの衣装着てんのが嫌なんだな。まあ傍から見てると乙姫様の衣装で切り合ってる姿そのものが滑稽でしょうがないんだけどね。風間、てめえなかなかやるじゃねえか。達者なのは口だけじゃねえみてえだな。貴様こそまさか鬼と互角に渡り合える人間がいるとはな。しかもその衣装をまといながら俺の動きについてくるとは。今回ばかりは絶対に負けられねえんだよ。この衣装が死に装束になっちまったら死んでも死にきれねえからな。長々と切り合っていても仕方あるまい。次の一撃で決めるぞ、土方とやら。望むところだ。同時に踏み込んだぞ。どっちだ、どっちが早かった。二人同時に床に崩れ落ちたか。相打ちだな。相打ちって、じゃあ乙姫様の配役はどうなっちまうんだ。見事だ土方とやら。貴様のような姫と戦い相打てるのであれば何を食いることがあろうか。だからその姫って呼び方はやめやがれ。それに俺はまだ負けたわけじゃねえ。トシ、そこまでにしておけ。だが近藤さん、これ以上切り合っても勝負はつくまい。それがわからんお前じゃないだろう。分かったよ、しょうがねえな。奴を仕留められなかった時点で俺の負けみてえなもんだからな。風間だったか。約束通り目当てのもんをくれてやるよ。おいヒラメ、玉手箱を取ってきやがれ。ヒラメじゃないってさっき言ったばっかりですけど、そろそろみんなこのやりとり聞き飽きてると思いますよ。ああ、俺もてめえの減らず口は聞き飽きてるよ。いいからとっとと持ってこい。わかりましたよ。言う通りにすればいいんでしょ。ちょっと待っててくださいね。持ってきましたよ。これでいいんですか。おう、風間、これがてめえの目当てのもんだ。こいつを持ってとっとと帰りやがれ。確かに受け取ったが、貴様とはいずれ今日の決着をつけねばならぬだろうな。ああ、引き分けのままってのはどうにも後味が良くねえからな。次はこのふざけた衣装で戦うこともねえだろうし、手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところだ。平助、こいつを浜まで送ってやれ。俺がどうしてだよ。今回の一件は元はといえばてめえのせいだろうが。てめえが千鶴に櫛なんぞ買ってこなきゃこのくだらねえ妄想に付き合わされることもなかったのによ。別に俺のせいじゃねえじゃん。せっかく買った櫛だって掃除に踏んで壊されちまうしさ。なんなんだよもう。今
今日の俺ついてねえなんてもんじゃねえぞ。亀が余計な口を聞くな。さっさと俺を浜まで送り届けてもらおう。分かってるよ、うるせえな。もうこんなのとっとと終わらせちまう。こん中で楽しそうな顔してんの風間だけだもんな。ほんじゃさっさと外に出るぞ。それではさらばだ。人相の悪い乙姫と海産物どもよ。気が向けばまた遊んでやらぬでもない。行ってしまったな。これで我々の役割は終わったということか。なんだかちょっと寂しいような気もするな。寂しくなんてねえよ。もう着替えても構わねえんだよな。さっさとこのクソいまいましい服を脱ぎ捨てちまいてんだがな。なあ土方さん、玉手箱って風間の野郎に渡したはずだよな。当たり前じゃねえか。新橋、お前さっき何を見てやがったんだ。いや、玉手箱がここにもう一つあるみてえなんだけど、どうなってんだ。もしかしてさっき渡したのは偽物ってことか。いや、そんなはずは。掃除、てめえがさっき持ってきた箱の中身はなんだ。あれ玉手箱じゃなかったんですか？見た目がそっくりだったから全然気づかなかったな。嘘つけ。てめえのことだから知っててわざと違う箱を持ってきやがったんだろう。あの中に何が入ってやがったのか答えろ。さあ、なんでしょうね。あの鬼が喜んでくれそうなものを僕なりに選んでみたつもりなんですけど。なんだと。そんじゃ確かに浜まで送り届けたからな。もう二度と豚書に来るんじゃねえぞ。貴様に命令される筋合いはない。用があれば何度でも出向いてやるまでだ。勝ち誇った面しやがって。とっとと玉手箱開けてヨボヨボのじじいになっちまえってんだ。じゃあな。さて、では早速箱を開けさせてもらおうか。これは本か。題名は海が割れただと。なんとか間に合ったみてえだな。風間、その箱を返しやがれ。相変わらずの間抜けな服装だな。一度譲り渡したものを返せとはどういう了見だ。そりゃ掃除がわざと中身をすり替えやがったんだよ。本物の玉手箱はこっちなんだ。おう、ではこちらの箱の中身は一体何なのだ。いや、そりゃ大したもんじゃねえよ。大したものではないのに息を切らせて取り返しに来たのか。別に息なんて切らせてねえよ。ただこっちの手違いでくだらねえもん渡しまっちゃ悪いだろう。だから届けに来ただけだって。ならば俺がこのまま持っていても構うまい。いや、てめえはそれを目当てに竜宮城に来たわけじゃねえだろ。そんな偽物に用なんてねえはずやねえか。さっさと返せって。必死な目をしているな。よほど俺に渡したくないと見える。なんだよ、まさか返さねえつもりか。だったらいつでもさっきの続きをやってやるぜ。いや、これは返しておこう。貴様がさっき言った通り俺の目当ては玉手箱だからな。不気味なぐらい物分かりがいいな。何か企んでやがるのか。なんだ、返すなというのであればこの偽物の玉手箱は俺が受け取っておくが。いや、返してくれるなんてありがたくてしょうがねえよ。じゃ本物の玉手箱も渡したことだし、俺ら竜宮城に戻らせてもらうぜ。よかろう。土方とやら貴様とはまた会うことになりそうだな。できれば二度と会いたくねえんだが、そう思う相手に限ってまた会っちまうもんなんだよな。そんじゃな。海に戻っていったか。あの男の乙姫姿は何度目にしても不気味の一言だな。
しかしあれだけ狼狽していたということは、あの男にとってこの本はよほど重要なものだったと見える。起点を聞かせて箱の中身を抜き取っておいたのが幸いしたか。中身はどうやら句集のようだな。題名は宝玉北句集。こうして風間ではなく浦島太郎の竜宮城での楽しい一日は終わりました。ですが乙姫様の大切な句集を手に入れた浦島太郎が再び竜宮城を訪れる日もそう遠くはないのかもしれません。めでたしめでたし。ってどこがめでてんだよ。結局俺たち風間にいいところをかっさらわれっぱなしじゃねえか。最初は僕が浦島太郎って設定で話を進めるはずだったんだけど、話してるうちにだんだん変わってっちゃったね。嘘つけよ。最初っから思いっきり無軌道だったじゃねえか。土方さんに乙姫様やらせる掃除の感覚にはついていけねえよ。でも想像してみるとちょっと面白いでしょ。ひらひらの衣装着て思いっきり顔しかめてる土方さんまあ確かにあの場面は平助と二人で腹抱えて笑わせてもらったしな。って想像の中のこととはいえ、土方さんに乙姫様やらせちまったなんてバレたらまた怒られるんじゃね？日頃威張り腐ってばかりいるんだから、これくらい言われるのは覚悟してるでしょ、あの人も。そんなこと言って油断してたらまた結相会で飛び込んでくるんじゃねえのか。掃除てめえまたくだらねえ真似しやがってとか言って掃除てめえまたくだらねえ真似しやがって。うわー、予想が大当たりだ。佐野さんに神通力があるんじゃね？何を怒ってるんです土方さん。僕今日はまだ何もしてませんけど。まだってことはこれから何かするつもりがあるってことかよ。てめえまた俺の部屋から例のものを持ち出しやがっただろう。さっさと返しやがれ。例のものって何です？僕全然覚えがないんですけど。嘘つきやがれ。あんなもん持ってくのはてめえしかいねえだろうが。だからあんなもんって何ですか？言いたいことがあるんなら分かりやすくはっきり言ってくださいだから俺の句集だよ。他に何があるんだ。はあ、宝玉北句集のことですか。どこに隠しても見つかっちゃうんだから無駄にあがいたりしなきゃいいのに。うるせえ。畳の裏に隠しても押し入れの天袋に隠しても天井裏に隠してもすぐ見つけ出してきやがって。俺はもうこんな不毛なやり取りはまっぴらなんだよ。そうやってすぐムキになるからからかわれるんですよ。僕を怒鳴りつけたって俳句が上手くなるわけじゃないんだから開き直っちゃえばいいじゃないですか。俳句のことで俺にあれこれ言いやがんなてめえだけだ。どうせ今回もてめえの仕業なんだろう。痛い目に遭わされる前にとっとと返しやがれ。だから僕じゃありませんって。てめえすっとぼける気か。とぼけてなんていませんよ。もし僕が持ってたら町の瓦版屋に横流しして宝玉総称を今日で一番の有名人にしてあげますって。なあ佐野さん、冗談みてえな言い方してるけど掃除の目本気だよな。まああいつは土方さんに嫌がらせしてる時が一番生き生きしてるからな。半分趣味みてえなもんだろ。じゃあ一体誰が俺の句集を持ち出すような真似するってんだよ。そういえばさっき屯所に見慣れない男がいたって大使たちが騒いでましたけど、その人の仕業なんじゃないですか？泥棒ってことか？金目のものならともかく土方さんの句集なんか持ってってもしょうがねえだろ。なんかとはご挨拶だな。どうせ下手くそだよ。悪かったな。いや別に俺は土方さんの俳句そのものをけなしたわけじゃなくて。しかしその男の仕業だとしたら何のためにそんな真似するんだよ。いろいろ使い道はあるんじゃない？土方さんをからかったり土方さんをいじめたり土方さんが恥ずかしい俳句を読み上げられて逆上するところを見て楽しんだり。バカ野郎、そんな奴がてめえ以外にいてたまるか。原田、屯所に来やがった男ってのはどんな風景だったかわかるか？いや俺も直接見たわけじゃねえから詳しくは知らねえんだが、
銀髪で黒の羽織に白い衣を着てたとか言ってたかな。それってまさか。もしかして池田屋であったあの鬼の仕業かな。急いで山崎に探させねえと。おい、てめえらも一緒に探せ。何としても奴をここから逃がすんじゃねえぞ。人の世のものとは見えず梅の花、春の草五色までは覚えけり、山門を見越して見ゆる春の月。あの男にこのような趣味があったとはな。しばらく退屈せずに済みそうだ。土方歳三、三木真一郎。沖田総司、森久保祥太郎。斎藤はじめ、鳥海浩介。東堂平介、吉野博之。原田佐之助、遊佐浩二。近藤勇、大川徹。長倉新八、坪井智弘。風間千景、津田健次郎。